はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今日は皆さんにいつもより少し大切な話をします。実は今日の11時に私がずっと準備を進めてきたオンラインサロンがオープンしました。これは日本語を学んでいる方向けのオンラインサロンです。今日はなぜ私がこのサロンを作ったのか、その理由を説明したいと思います。オンラインサロンの名前はことゆいサロンです。ことゆいは漢字ではこのように書きます。ことゆいのことは言葉です。言葉には思いを伝える力があります。ことゆいのゆいは結ぶという意味です。言葉で人と人を結びます。ことゆいサロンです。日本語を学ぶという共通の喜びで人と人を結んで人生をより豊かにしていく、そんな場所にしたくてこの名前にしました。ことゆい、ぜひ覚えてください。私は日本語教師としてこれまでたくさんの日本語学習者に出会ってきました。そんな中で感じたこと、日本語の知識を得る場所はたくさんあります。特に今はインターネット上に日本語を学ぶための資料が大量にありますよね。私の無料の YouTube とか Instagram もその一つですね。でも日本語を継続的に毎日使える場所、日本語の環境に浸れる場所というのはとっても少ないです。皆さんもそのように感じたことはありませんか？単発的にアウトプットをする場所はいろいろあります。例えば旅行で日本へ行って日本人の店員さんと少し話すとか、1週間に1回日本語の授業を受けてそこで話すとか、そういう単発的な機会というのはいろいろあります。でも毎日日本語の環境に浸って読む、書く、聞く、話すを継続的にずっと続けられる場所、しかもそこが安心していられる場所というのは本当になかなかないと思います。それで私はいろいろと調べていろいろと準備をして、そのような安心して継続して日本語を使える場所、日本語の練習ができる場所、そして日本語の環境に浸れる場所を作りました。それがことゆいサロンです。ことゆいサロンのテーマは学ぶ、使う、つながるです。単純に学ぶだけではなくて、実際に日本語を使って、そしてその日本語を使うことで同じ趣味を持つ仲間とつながります。日本語の教室のように日本語を学んで、そして実際に旅行をしたり日本人と話す時のように日本語をたくさん使って、そしてサロンのように同じ趣味を持つ仲間とつながる場所です。まだ日本語を始めたばかりの方からある程度日本語を学び続けている方まで幅広い人がこのサロンメンバーの対象です。上手に日本語が書けなくてもいいんです。今日はちょっと疲れたから会話を聞くだけというのもいいですね。ここでは日本語を使い間違えても誰も笑いません。なぜならみんなそういう経験があるからです。これは日本語に限らず言語を学んだことがある人はみんなそうですよね。間違えるのは当たり前です。誰でも必ず間違えます。それを繰り返してだんだん上手になっていきます。なのでこのオンラインサロンの中では間違えても誰も笑いません。むしろ教えて優しく導いてくれる仲間がいます。そうやっていろいろな人が集まってみんなが自分もここにいていい、毎日ここに帰ってこよう、そう思える場所を一緒に作っていきましょう。ここで少し人生の話をしたいと思います。皆さんは豊かな人生って何だと思いますか？
使い切れないほどのお金があることでしょうか。 SNS のフォロワーがたくさんいることでしょうか。もちろんそういうものに豊かさを感じるのもいいと思います。でも今の私にとって豊かな人生と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、たくさんの楽しい経験をして美しいものを見て同じ価値観を持つ人と一緒に過ごせる、そういうのが豊かな人生です。これは私のことを昔から知ってくれている人は、聞いたことがあるかもしれませんが、私は人生の最後に楽しかったと言って、最後終わりたいです。それが私の最後の目標です。なのでそのためにある程度の努力はするし、必要だったらちょっと苦手なことも挑戦するかもしれません。でも基本的には私にとっていい人生、豊かな人生っていうのはたくさんの楽しい経験をすること、そして美しいものを見て、それを分かり合える、価値観が合う人と一緒に過ごすことです。皆さんはどうでしょうか。皆さんにとって豊かな人生ってどんなものですか。そうやって理想はあるんですが、実際の毎日の生活はそんなにワクワクしたりとか楽しいって思える瞬間だけではないですよね。実際に私もね食事をした後歯を磨くとかゴミを捨てる、掃除をするとか、そういう日常生活のいろいろなこと一つ一つにワクワクするとか豊かとか思うことはほとんどないですね。ただ淡々とやります。なぜならそれは毎日同じだから。でもそういう毎日同じことに何かちょっと違うところを付け加えてみる、昨日とは違うことをやってみる、新しいことをちょっと挑戦してみる、何か新しい知識を一つ取り入れるとか、そういう小さな変化でもいいので、毎日ちょっとずつ変えていくというのは結構重要なことかなと思います。なぜならそういう小さな変化とか小さく何か、取り入れたものというのが積み重なって5年後10年後に大きな変化になるからです。そしてそれは振り返ってみた時に自分がやりたいことができてるなとか、なりたい自分になれているなというふうに思えるかなと思います。そしてさっき話した豊かな人生ということ、楽しいことを経験するとか、美しいものを見るとか、価値観の合う仲間と一緒に過ごすとか、そういうのも、実はある日突然その環境が用意されるのではなくて、自分で一つずつ選び取っていくものですよね。自分が選んだ結果楽しい経験をする、自分が選んだ結果美しいものを見る機会が得られる、自分が何か小さな選択を、したことでそういう同じ価値観の仲間と過ごせる。なので、そういう豊かな人生のためには小さな選ぶこと、選択とか小さな変化をちょっと自分で作るとか、そういうのはとっても大事だなと思います。そして、この私のチャンネルを見てくださっている方はきっと日本語とか日本に関心が高い方たちですよね。そういう方たちが日本語をもうちょっと上手になりたいなとか、日本の文化についてもう少し深く知りたいと思った時には、やっぱり自分で何か行動をする必要がありますね。見る情報を変えるとか、自分の環境をちょっと変化させてみるとかね。でそういう変化の中にこのことゆいサロンに入るという行動を加えてくれたら、私は本当に嬉しく思います。今日ねもう11時にはオープンをしてすでに入ってくれてる方もいるんですけれど、このことゆいサロンの中で毎日日本語の環境に浸ることで自然と日本語を使うことが当たり前という意識が生まれます。もうそうなったらあなたの勝ちです。
だんだんとそのサイクルがね早くなっていって、最初は1日に1回ちょっと私が書いた文を読むだけだったのが、それ以外の文ももっとたくさん読めるようになって、また日本語の音声を聞くというのが日常になっていたら、毎日新しい単語を拾えるようになって、そして知識も増えていって、自分も話せるようになってっていうね、本当にいいサイクルが生まれると思います。そして私が信じているのは、この私のフォロワーの方たちはみんなとても優秀で、そして温かく、非常に人格に優れた人たちだということです。そんな人たちが集まって交流をしたら、本当に素晴らしい世界が作れるんじゃないかなってとても期待しています。私は YouTube を2019年から始めているんですが、こうやって、SNS を始めてよかったなと思うのは、実際の距離を超えて同じ価値観とか趣味を持つ人とこうやってつながり合えるということです。これからはこのオンラインサロン、ことゆいサロンでそのつながりをもう一歩深めていきたいと思っています。ことゆいサロンには実はルールがあります。ルールは2つです。1、日本語を使うこと。2、お互いに敬意を持って交流すること。基本のルールはこの2つです。この2つが守れる人、そして私のこの考えに共感してくれる人、日本語の環境に浸りたい人、もう一歩日本語を上手くなりたい人、そういう方はぜひことゆいサロンに入ってください。このサロンは不特定多数の人を大量に集めたいわけではありません。信頼できる仲間と長く安定して運営をしていきたいです。本当に日本語が好きな人、日本語の環境に浸りたい人が集まっています。もしこのオンラインサロンが気になるという方は、ぜひこの概要欄からチェックしてみてください。それでは今日の話はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。